どうもどうも、サボテンです。なんだかいつもと声が違うって？気のせいです。今回は、次の 3D の iChill GeForce RTX 4090 X3 を導入しましたので、紹介していきたいと思います。もともとは、RTX 3080から RTX 4080の 16GB 版にアップグレードを考えていたのですが、待ちきれずに RTX 4090をリッシュしてしまいました。前情報では RTX 3080からのアップグレードで RTX 4080の 16GB 版で 35% の性能向上、RTX 4090で 60% の性能向上が見込まれているということで、コスト的にも8万円程度の差額に対する性能差で迷っていたということもあります。また、電源は 1000W を導入済みで問題ないのですが、12V HPWR 規格の補助電源変換アダプターで30回までしかフレクサスしてはいけないとか、折り曲げ角度が急すぎると発熱から回る可能性があるとの噂から、本当に大丈夫かなと思っていて躊躇していました。ですが、在庫がなかったら買わないでおこうと思っていたのに、在庫があったではありませんか。ということで購入してしまったのでレビューしちゃいます。と、その前にテストに使う PC スペックは次のようになっています。GPU は Intel i9-12000K。CPU クーラーは 10ZXT グラフェン Z53 の 280mm 耐水で、マザーボードは ASUS Prime UT690 プラス D4。メモリはコルセアの DDR4 の 3000MHz。そして今回の主役の GPU は E の3のiChill GeForce RTX 4090 X3。電源はコルセアの RMS1000X 80プラスゴールドモデル。PC ケースは 10ZXT H7 となります。ということで、まずは体感チェックをしていきます。化粧箱は思っていたよりもコンパクトで、超タックの RTX 3080も若干小さいです。的に言うとこんな感じ。音程パッケージには前に見ようではないので、使って壊れた前には保証しませんよ。という黄色い注射器。その下に ARGB コネクタ端子の説明がありましたが、後で忘れて本体を探し回ることになったのは3つ。入っていたものを並べるとこんな感じ。置いたら RTX 4090本体、左下から電源ガイド、保証書、12V HPWR補助電源変換アダプター、ARGB ケーブル。本体はこんな感じ。動画がファンが3つ。上面プレート。表面を拡大していくと、台の斜めがいい加減に見えますが、仕様でしょうか。PCIN のブラケットは3スロットを占有します。撮影時にクマを取り忘れてましたが、HDMI 出力が1つに、ディスプレイポート出力が3つとなっています。アップグレード前の写真はこちら。NZXT の H7 ケースに、Intel i9-12000K、コルセア DDR4 の 3000MHz、NZXT ペラーテン Z53 AIO、トータック RTX 3080 WS。怒りが結構ありますが、私は気にしてないので、もう満点です。っていうか、気にしないで。そしてこちらが取り出される前の RTX 3080。で、RTX 3080を取り出しましたので、サイズを比較してみましたが、予想していたよりも大きくは感じません。タイミング
手と比較しても 2.5 スロットと3スロットの差であまり大きく感じません。というか、リード 3D の RTX4090 が3スロットであるからこそ買ったんですけどね。そして上面、RTX4090 はやっぱり大きいですね。こちらはインストール途中の写真で、電源に PCI ケーブルが不足していたので、加工全開にせずに頑張って差し込んだところ。だってめんどくさいじゃん。12V HPWR 補助電源変換アダプターに PCI8 ピンケーブル3本を連結した写真。いいかい？エチ差しは30回までだよ。コネクターはまっすぐに挿して、余計な横荷重がかからないように慎重にケーブルを取り回すんだよ。じゃないと端子が発熱して溶けちゃうかもしれないからね。こちらが TRGB コネクター端子箇所ののですが、説明図がパッケージの袋についていたけど、失明していた探すのが大変だったというのは、秘密です。RTX4090 が入った後のケース内がこんな感じです。電源を入れると問題なく起動。ASUS ハーモリクレットの ARGB 設定で明るい青色基調にしているのが RTX4090 のライティングにも反映されています。ということで、ライターはこんな感じです。次はゲームを使って CPU と GPU 使用率、温度、消費電力、そして FPS を確認していくベンチマークになりますが、まずは Apex Legends から。ゲームのグラフィックは最高画質設定にして、1440p と 1080p の解像でチェックしました。CPU と GPU、それぞれのグラフの前半までが 1440p で、後半が 1080p となっていますが、1440p 時に若干 CPU 使用率と消費電力が高い感じです。CPU 使用率平均は 20% いかない程度で、温度は約50度。消費電力は平均 70W と解像度で違いがあまり出ていません。GPU のグラフではバンドロールにある空爆人と煙を2回焚いている時と通常時の差が 1440p では少なく、GPU 使用率が 95% 程度、温度は60度後半、消費電力は250から 300W 往来。1080p ではルート時と通常時の差が消費電力にはっきりと現れていて、ルート時に300から 350W、通常時に 240W 程度で、ルート時には 100% 近かった GPU 使用率も通常時では約 75% になっていて、温度も若干低くなっています。訓練上での結果ですが、FPS を見てみると、1080p でワックスが 300fps に入っていて、アベレージは 262fps、ミニマムが 192fps で、1440p でもマックスが 300fps、アベレージは 227fps、ミニマムが 163fps という結果で、約 40Hz 対応のゲーミングモニターを問題なく活用できそうです。さすがは RTX4090。はい。T のゲームはダートラギ 2.0。RTX2000 番台では比較的重いゲームでしたが、RTX4090 ではどうでしょうか。というところでベンチマークをしてきました。こちらもゲームのグラフィックは最高画質設定にして、1080p と 1440p の解像度でチェックしました。の CPU と GPU それぞれのグラフでは、Y は3分の1までが 7080p で、後ろは3分の2が 1440p となっています。CPU のグラフでは、ゲームの初期起動時に CPU の消費電力が 95W までオーバーシュートしていますが、それ以降安定していて、
GPU 使用率平均は 15% 程度で、温度は約45度。消費電力は平均 60W 前半となり、解像度の違いは見られません。そして GPU の方は 1080p で使用率が 50% で安定。温度も50度付近で安定。消費電力も約 200W でした。GPU が3分の1以降の 1440p では GPU 使用率が上がり、100% 電子がつく場面もあるものの、約 75% 程度で、温度も若干上がって、60から75度となり、消費電力は一段上がって250から 300W でした。FPS グラフを見ると、1080p で MAX が 333fps、アベレージは 270fps、ミニマムが 56fps で、1440p での MAX が 284fps、アベレージは 264fps、ミニマムが 223fps という結果でした。この FPS の結果から見ても、RTX4090 であれば、940Hz のゲーミングモニターでも中堅に遊べるレベルだということがわかります。また、ダートラリー 2.0 のようなレーシングゲームでは、OFPS で反応速度がそれなりに重要なので、レーシングゲーム好きとしてもこの結果は大変満足です。さて、次のゲームは、ファイナルファンタジー14、フェンドウォーカー。ダイレクト X11 世代のゲームですが、グラフィックは最高画質設定にして、1080p と 1440p の解像度でチェックしました。ベンチマーク結果から言うと、1080p で 33,331 ポイント、1440p で 32,178 ポイントで、どちらも3万超えでした。このゲームでは高速なメモリを積めば数値が上がるため、最新のゲーミングレベルの DDR5 メモリを使えば、9000ポイントはアップしそうです。こちらのゲームは CPU と GPU それぞれのグラフの前半までが 1080p で、後半が 1440 となっています。CPU のグラフから見ていると、ベンチマークソフトの初出同時に CPU の消費電力が 180W までオーバーシュートしていますが、それ以外は安定していて、CPU 使用率平均は 20% いかない程度で、温度は約40度弱、消費電力は平均60から 70W となり、解像度での違いがほぼありません。そして GPU の方は 1440p 時に若干 GPU 使用率と消費電力が高い感じですが、GPU 使用率平均は 50% 程度で、用意シーンでは 1440p の最後の方で GPU 使用率が 100% に張り付いています。また GPU 温度の方は 1080p で40から60度、1440p では50から75度高めに。GPU の消費電力は断交化していて、平均値が下げにくい状況。1080p でシーンごとに 100W から 150W、50W から 100W、150W から 250W、そして250から 380W と4パターンがあり、これが1440ではそれぞれのシーンで200から 250W、50から 200W、200から 360W、そして380から 420W となっています。FPS グラフを見てみると、1080p でマックスが 670fps、アベレージは 240fps、ミニマムが 80fps で、1440p でのマックスが 598fps、アベレージは 232fps、ミニマムが 80fps という結果でした。FPS がそれほど重要なゲームではないのですが、RTX4090 であれば、240Hz のゲーミングモニターで、ゆるゆると動く自分のアバターをあらゆる角度から堪能し、快適なフィオージアライフをエンジョイすることが約束されます。ということで、最後のゲームベンチマークはサイバーパンク2077。グラフィックの設定はウルトラベースで、それにレイトレーシングと
DLSS を本状態のものを 1080p と 1040p の解像度で比較チェックしました。この CPU と GPU のスウェーグラフでも前半が 1080p で後半が 1440p となっています。まずは CPU のグラフを見てみると、1080p と 1440p という解像度の違いと、レイトレーシングに DLSS を入れた状態の4パターンにおいても、論点にさほど差はなく、M 値の CPU 使用率平均が 50% 程度、温度は150度後半であるものの、消費電力だけは平均 120W のところが、1080p のレイトレーシングと DLSS 利用時に消費電力平均が若干下がって 110W 程度になっているのが確認できます。そして GPU の方ですが、1440p はレイトレーシングと DLSS 利用時での GPU 使用率平均が 80% 程度のところ以外は 60% 程度となっており、温度は60度で安定の GPU 消費電力は下げられていて、4パターンの左から 1440p のウルトラ画質で約200から 230W、1440p のレイトレーシングと DLSS 比で約260から 330W、1080p のウルトラ画質で約160から 200W、1980p のレイトレーシングと DLSS で約200から 260W となっていますので、1440p のレイトレーシングと DLSS が一番 GPU ヘビだという感じです。FPS グラフを見ると、1080p で MAX は 153fps、アベレージは 129fps、ミニマムが 101fps で、1080p のレイトレーシングと DLSS は MAX が 90fps、アベレージは 83fps、ミニマムが 70fps となっていて、1440p で MAX が 151fps、アベレージは 122fps、ミニマムが 90fps で、1440p のレイトレーシングと DLSS は MAX が 93fps、アベレージは 82fps、ミニマムが 70fps となっていて、レイフロードが 1080p でも 1440p でも FPS が下がっているものの、レイトレーシングと DLSS をオンにすると、オフィスに比べて FPS が 30% での落ちるようです。ということで、レイトレーシングと DLSS をオンにすると、若干低めな FPS になりますが、大手のゲームでは 60fps 以上出ていれば十分で、むしろ最高画質でサイバーパンクの世界を楽しめるというのがポイントなのかと思います。はい。次はわけということで、自分が現在使っている配信環境のログも取っていたので紹介します。Apex のように FPS が重要なゲームでは、2台の PC で配信環境を作るのが一般的で、自分の RTX3080 だけはそうしていたのですが、RTX4090 ならば、1台の PC だけでもゲームの FPS を犠牲にせずに配信できるのではと考えてチャレンジしていました。配信したゲームは Apex で、グラフィックはロー設定で、モニターの最大ヘルスに合わせて、175fps 縛りにして、アニメーズ 3D アバターを 60fps 縛りに、そして、MMVC というテンサー4でリアルタイム AI 音声合成処理を行い、OBS ではノイズキャンセルや音量処理をさせて、UWQHD は 3440×740 という解像度で YouTube に配信していました。ちなみに、同様の構成を RTX3080 でやった際には、Apex を 100fps かそれ以下に縛らなくてはならず、どのような設定でもゲーム開始時の一番重いジャンプ時に RTX3080 の限界を超えて、アニメージは 20fps 以下になったり、MMVC の AI 音声合成処理が追いつかずに、ノイズが乗って聞き取れないなどという状況でしたので、明らかに GPU パワーが足りていなかったようです。だけど、RTX4090 は違っていました。Apex の FPS にほぼ影響なくスムーズに配信ができました。という
ことで、まずは CPU のグラフを見てみましょう。配信中の CPU 使用率はたまにオーバーシュートしているものの、40から 60% の範囲で、温度は約50度後半。そして消費電力はこれまた、たまにオーバーシュートしているものの、100から 120W の範囲で推移していました。次に TPU の使用率は60から 80% の範囲で、温度は約60度で鑑定。消費電力は150から 200W の範囲で推移していました。Apex でのグラフィックやロー設定であることも関連して、9に対して GPU が比較的重い処理をしていないようで、消費電力を抑えている感じもありますが、RTX4090 のおかげで、時代の PC だけで配信ができるようになって、デスクやパソコン前やケーブルレジごちゃごちゃにならないという恩恵に授かれています。また、今回の RTX4090 テストの前に、CPU をインテル第13世代は、i9-13900K へのアップグレードを考えていたのですが、UWQHC でのゲーム配信をしていても、まだまだ i9-10900K に有力なレベルなんだと、最終化をしたところです。という感じでベンチマーク結果を確認してみましたが、やっぱり RTX4090 は現状最強グラフィックカードらしく、期待通りにとてもパワフルでした。白パワフル SEM で消費電力が今回のベッキマクでも、ファンタジー14エンドウォーカーの時に最大の 120W を記録しているものの、そもそもの低価が 450W ですので、一生電源が 850W というの、1000W くらいは欲しいところです。また、最初にもちょこっとお話ししましたが、12V と HPWR 近くの補助電源ピンカンダクターを角度が急すぎてブラケットにまっすぐ刺さないレベルになると発熱。了解して、下手をすると火災になる危険もありますので、使用する PC ケースは慎重に選んだ方が手なんですね。のでまとめると、RTX4090 はすごいという語彙力がない感想しか出ないのですが、RTX4000 シリーズにおいて技術的な促進があったのかというとちょっと疑問で、結局のところは製造プロセスのアップグレードに頼って GPU コアを増やしていき、消費電力を増やしたのが主な性能アップの要因な感じがしました。はい、ということで今回は G の 3D の対一で GeForce RTX4090 X3 のレビューとなりましたが、多少なりとも皆様の参考になっていただければ嬉しいと思います。またそのうち何か新しいおもちゃを手に入れられたらレビューを発表するかもしれませんが、今回は手前ということで、最後まで見てくれてありがとう。またねー。バイバーイ。